皆さんこんにちは、五戸美希です。今日はセルフケア編第8弾、テーマは耳です。このチャンネルはスピーチトレーニングチャンネルでございまして、普段は話し方の解説をお届けしているんですけれども、話すというのは必ず声を使います。鼻、喉、耳、快調じゃないと声は出しづらいということで、鼻、喉、耳を快調にするセルフケア、とても重要だなと考えておりまして、このチャンネルで不定期配信としましてセルフケア編をお届けしております。で、今回のテーマは耳というのは、私がですね、低音障害型難聴を、持っているから、付き合っているからなんですね。はい。今日のスライドタイトルこちら、低音障害型難聴を繰り返さないためにと題してお届けしていきます。はい。ですね、そうですね。ここ10年ぐらい付き合っている病気になります。でもこの話を初めてします。公にするのは初めてなので、ちょっとそわそわしているんですけれども、なんで難聴の話をするのかと言いますと、この病気知らない人多いかもしれないなということでちょっと発信したいなというのと、その軽症、軽ければ自然治癒するというケースもあるそうなんですけれども、一般的に早めに受診した方が良いとされている病気ですね。その一般的にとか言われているみたいな言い方になってしまうのは私は医師ではないので、断定表現というのができないんですけれども、なので、あれと思ったら受診してほしいなと思いまして、今回発信をしたいと思っております。そして元気な時こそセルフケアというのもですね、この動画で伝わるんじゃないかなと思っております。今日のプログラムこちらです。低音障害型難聴とは、そして私の話、最後気をつけたい点というプログラムでまとめております。それでは、まずはじめにこの病気何なんだですね。低音障害型難聴とは、長い名称ですと、急性低音障害型感音難聴という、病気ですね。突然低い音だけが聞こえにくくなるという病気です。突然聞こえにくくなるといえば突発性難聴という病気もありますけれども、こちらはすべての音域、高音から低音まですべての、聴力が、すべての音域の聴力が低下するということに対して、低音障害型難聴は低音域、低い音が聞こえにくくなるという病気でございます。内リンパ水腫、原因は内リンパ水腫とされています。耳の中の水ぶくれですね。内耳の下牛でリンパ液が過剰になる。これどういうことかと言いますと、耳は、外から外耳、中耳、内耳というふうに分けられまして、内耳にありますカタツムリみたいなところ、カタツムリ漢字で書くと下牛ですね。この下牛というところでリンパ液が過剰になる。これが内リンパ水腫ですね。で、内リンパ水腫が起こると内耳の血流不足、それから神経伝達に障害が起こるということで低音障害型難聴になると、言われています。じゃあ、リンパ液が増加する原因は何なんだろうと言いますと、まだはっきりと分かっていないということなんですね。ストレス、睡眠不足、過労といったことが指摘されています。それでは私の話でございます。初めての発症は仕事が忙しい時だったと思います。2016年の30歳頃だったかなというふうに思いますね。朝起きたら突然耳に水が入っている感じがする、水が詰まっているような感じがして、それがしばらくしても抜けないんですね。で、初め鼻炎だと勘違いをしました。私、風邪をひくと鼻づまりになるということがそれまでにたびたびあったので、鼻が詰まっているから耳が詰まっている感じがするんだというふうに思ったわけですね。で、勘違いをしたまま耳鼻科を受診しまして、すぐに聴力検査をすることになりました。その時まだ風邪だと思ってたので、なんで聴力検査って思ったんですけれども、検査をしました結果すぐ出ました。聴力検査の結果、低音だけ聞き取れていなかったんですね。驚きました。その場で低音障害型難聴と診断されることになりました。私の反応としてはこうですね。聞こえてますけどっていうふうに思って驚きましたね。聞こえていない、低音が聞き取れていないことに気づいていなかったんですね。はい。
初めての発症の時、風邪だと自己判断しなくてよかったなというふうに今振り返ると思います。その風邪だと思って1日2日ぐらい放置したような気がするんですけれども、3日目ぐらいで病院に行って、ですぐ検査してもらえて分かったので、すぐに治療開始できてよかったなと今振り返ると思いますね。その耳が詰まった感じで低音障害型難聴という、その病気の名前も知らなかったですし、低音が聞こえなくなるっていう症状と、この耳に水が詰まった感じ、それがイコールにならなかったので、私の中で。なのでそうですね、自己判断しなくてよかったなというふうに思いますね。はい。で、原因の指摘ですね。お医者さんからストレス、睡眠不足、過労といったことをご指摘いただきまして、忙しいことが幸せだったのを反省しました。当時フリーアナウンサーになったばかりで、放送局のアナウンサーだった時よりも仕事をたくさんすることができるということで、忙しいっていうのはなんて幸せなんだろうみたいな感じで、思っていたのを反省しまして、お薬を飲んでしっかり睡眠をとるということをしまして、1週間かからないぐらいで治りましたね、私の場合は。最後、気をつけたい点です。その1、再発。繰り返しやすいと言われています、この病気。私は仕事が忙しい時、深夜早朝の生放送をやっていた時とか、それは生放送が嫌だったとかそういうことじゃなくて、そうですね、生放送が楽しいからちょっと無理しちゃって、みたいなことですね。あと産後間もなく子供に3時間おきに起きますので、その時にまたみたいな。あと子供の夜泣きのタイミングとかよく眠れない時に私は再発しますね。気をつけたい点その2、メニエール病移行の可能性。メニエール病というのは、めまい、難聴、耳鳴り、自閉感という症状がある病気でして、自閉感っていうのはその耳の詰まった感じですね。この症状を見ると、低音障害型難聴と似てるなと思われると思います。このメニエール病もですね、内リンパ水腫が関係すると言われているんですね。で、低音障害型難聴を繰り返すとメニエール病へ移行するケースがあるそうです。その耳の詰まった感じと耳の症状だけじゃなくて、めまいも追加されてしまうという、これはそうですね、再発しない方がいいということで、再発しない努力を私もしております。しっかり睡眠とるっていうのがまず一つですね。それからセルフケア。その自律神経の影響というのも指摘されていますので、食事を気遣ったりだとか、あとは運動が私なかなか時間取れていないんですけれども、そうですね、家で仕事作業をするときは立って、パソコン使うとか、そういったことで運動をするとか、あとは自律神経といえば上咽頭ということで、上咽頭のケア、鼻うがいとか加湿とか、引き続き気を使っているところでございます。それでも再発するときはありまして、その子供の夜泣きとか子供の夜中の嘔吐とか、発熱とか、自分のそうですね、どうしようもないところというのはあるので、再発したらしたで早く治療するということを大事にしております。最後にこういったご相談をいただくことがありまして、声で発信することに興味はあるけど鼻声の私には無理ですよね。こんなご相談をいただくことがありましてですね、私は非常に苦労しているのでちょっとお伝えしたいなと思いますね。これまでのセルフケア編でもお伝えしていますけれども、慢性上咽頭炎の治療中だったりとか、もともとアレルギー性鼻炎でホコリ、カビダニ、スギ、ヒノキ、それからブタクサ、こういったアレルギーがあるのと、低音障害型難聴というのを何度も繰り返しているという、耳が聞こえづらくなると声も出しづらいので苦労しながら今の私の声がありますよと自分で苦労していますというのなんですけれども、そうですね、鼻声だから無理なんじゃないかみたいに思っている方には参考になったら幸いでございます。最後お知らせです。メルマガの配信、それからオンラインサロンの運営などなどやっております。プラン一覧詳しくはご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。